はい、じゃあ皆さん姿勢をキュッと、はい、伸ばして、はい、当番さんお願いします。すごいですね。今井小学校の4年生の皆さん、挨拶とかも本当に礼儀正しくできて感動してます。医師の加穂と申します。今日も皆さんの書き初めに向けてお手伝いができたらなと思いますので、45分間みんなで楽しんで書を書いていきましょう。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日この明るい心初めて書く人ってどれくらいいますか？もうほぼですね。ちょうど習っている人以外は初めて書く、ね、初めて書いた感想どうですか？どうだった？明るい心。心の、この羽の部分が難しかった。羽ね、確かに。羽じゃあちょっと後で解説するわ。まず大きさね。これより大きくなっちゃった人。はい、素晴らしいです。大きくなるのはすごくいいこと。これよりちっちゃくなっちゃった人いないね。これは素晴らしいことだと思う。やっぱり教科書のサイズくらいにするか、それよりも伸び伸びと大きく書くか、このどっちかがいいですよね。大きさについてはこっちにも示してみました。字自体はちょうどいいサイズで書いてるんだけど、詰めすぎた場合、これ下回りますね。だから文字と文字の間、これなんていうか知ってる？文字と文字の間の隙間のこと。そのままで。そう。タイムの時間じゃなくて字の間って書いて時間っていうふうに言うんですね。でこの時間がだいたいどのくらい空くのが正解だと思う？指3本。指3本分。素晴らしい。みんなの指もしかしたら細いかもしれないから4本分にしてみるかも。指3本分ぐらいだよね、大体。そのぐらいを目安に当てていくとちょうどぴったり収まるから。はい、これを意識してみてください。こんな大きくなっちゃった人、パンパンに。さすがにいないか。これはちょっとね、大きすぎますよね。名前書く場所がちょっとなくなっちゃうかなっていう感じがするので、今みんなが書いたぐらいの大きさがちょうどいいなと思います。で、大体一番大きくてこのぐらいの大きさ。これが限界の大きさだと思って取り組んでください。このくらいだったらね、文字も見やすいし、名前書く場所も空きますからね。はい、ここまで OK ですか？じゃあ次は質問のあった心の筆使いをお見せしたいと思います。みんなが難しいと思ったら次の線だよね。だからだんだん力を込めていって見えるからだんだん太くしていくようで、これ跳ねる方向難しいってみんな言ったでしょ。これね、難しくなっちゃう原因が実はあって、ここでスーって止まった時にここで跳ねようとするとすごく難しいの。外に行っちゃったりとか短くなっちゃったりとかするんだよね。だからここまで来たらちょっとだけお尻を振りってあげる。わかる？この筆の向き見て。穂先どっち向いてる？ね、ちょっとだけ下っぽい横だよね。このぐらいちょっと筆のお腹の部分、この筆のお腹の部分を上にキュッて上げてから跳ねるようにすると角度が決まりやすいのよ。いっぱい書いてみるね。そしてこれ見て、筆先の道ちょっとだけ下に向いてます。この状態からこうやってあげるとすごく返しやすい、美しく跳ねられます。で最後までね、気持ちがつながった状態で美しい心が書けますよね。他になんか聞きたい字ある？書いてみてどうでした？難しかった？どこが？ル？じゃあ共通してルが難しいとおっしゃってるんで、ちょっとルのポイント解説しましょうか。これ何だと思う？そう、その通り。ラグビーボール。バスケットボールでも野球のボールでもなく、これね、ラグビーボールみたいな形をしているんですね。まん丸じゃなくってちょっと平べったくするんだけど、みんなそれできてる？できてなくても背の高いルがいいってさっき私言ったから、背の高いルにしたっていうことはすごくいいことですよ。次書くときここラグビーボール入れるようなつもりで書くとすごくうまくいきやすいです。ルのバランスもね、難しいですよね。はい、中心線あります。ルの最初の横線と同じぐらいの位置に書くかっていうと、真ん中
よりもどうちょっとだけ左かな、気持ちほとんど真ん中なんだけどね。そしてここまで当たったら斜めに走らせる。これ結構長いです。ここでコツッと当たって今度横に行くようなつもり。そして下に丸さを作って結びます。こうするとね、綺麗なルが描けます。少し下の丸っこさよりも上の方がカーブが緩いですよね。これがポイントかなと思います。それができてるんだけど、どこが難しかった？他に。あ、丸の結びね。わかるわかる。じゃあそこの丸の結びにはコツがあるので今からお伝えしていきます。昨日私これ授業の準備してたんだけど、予測済み、想定内、こうなっちゃうんでしょ、ぐちゃぐちゃに。それをあなたたちは美しく描きたいと思っている。合ってますね。じゃあちょっと美しく描くコツいきます。ここまではみんなね、迷いなくいけるはずなんだよね。できてるもんね。ここからですよ。ラグビーボール風に形作りました。はい、ここからがポイントになるからよく見てて。この筆の真ん中ら辺のことを腹って言うんですよ。ここ穂先ね、先っぽ穂先、筆の真ん中のとこ腹って言います。腹の部分の向きを上に上げる。これだけです。そうするとなんと綺麗に結べます。ほんとこれだけなの。ちょっと悪い例も書くね、分かりにくいと思うから。ラグビーボール風の形からの、ここでお尻上げずにね、この腹の部分上げずにこのまま回してこようとするとこんな感じでね、バサーってなっちゃうんですよね。こうなるとちょっとテンション下がりますよね。ここうまくいくと次のいい心もテンション保って書けるから。はい、この腹の部分をキュッて上げてから準備してからゆったりと結ぶ。これがコツになります。 OK ですね。じゃあ次からやってみてください。どこが難しかったのか。ルーベとルの結びの部分ね。私ね、これ難しいって言ってるけどさ、すごい綺麗だと思う。ここの部分って確かに難しいよね。今さ、なんで難しく感じるかっていうと答えがあるんだけど、分かる？自分でお手本と見比べてみ。多分正解出ると思うよ。見て、この角度見て。で、この線のどう？そうなのよ。ここだいたい90度ぐらい直角に跳ねてあげるとめちゃめちゃやりやすいっていうか、これね、すごいやりにくかったでしょ。筆バサバサになる感じしたでしょ。ここで滑らかにいくにはこの跳ねる角度っていうのがすごい大事なんですよね。今ね、月の話してたんですよ。明るいの。この月が今こうやって跳ねてて、もうこう毛がふさふさってバラバラみたいになっちゃいますっていうお話だったんですけど、月の羽はここの角度にポイントがあるんだよね。ここが狭すぎると失敗するというかバサバサになりやすい。ここが90度ぐらいね、直角ぐらいに保ててるとものすごく綺麗にまとまってくれやすいっていうのがあるので、これもちょっと3枚目清書でぜひチャレンジしてみてください。一つポイントは私から、明るいっていう字のこの次の線、横線どこから出すと思う？今悪い例書きます。完全にこうくっつけちゃうっていうのは実はあんまりね、書道では良くなかったりする。じゃあどうすればいいか。よく知ってますね。誰今すごいじゃないですか。そうなんです。書道では横線のスタートちょっと下にするとものすごくうまく見えます。これ実践してみてください。はい、これもじゃあ横線のスタートどこですか。そう、最初のこの払いの始まりよりもちょっとした目安にしてみてください。ほんのちょっとでいいです。5ミリぐらい下っていう感じでやってみると毛筆で描いた感がすごく出るんですよね。筆で描きましたって感じ。このやり方やっちゃうとね、完全にくっつけちゃうとマジックで描きました、マッキーでやりましたみたいになっちゃうので、ちょっとずらして描いてみるっていうのをやってみてください。上級者テクニックです、今の。心がね、こうなっちゃってちょっとバランス悪くなっちゃったっていう、心の羽をね、こうなってたのをもっと本当はここまで描きたかったんだよっていう風に今おっ
えてもらいました。こんな感じで押さえちゃってで全部使っちゃってる。そうやって全部で押さえちゃうとこんな感じの派手になるんだよね。だからこういうバサバサを防ぐためにどうすればいいかっていうと、最後まで筆先で描くことが美しい線のコツです。最後まで筆先使うから見てください。最後まで筆の先っぽしか使いません。こんな感じで太くするのに筆の先っぽしか使わない。で、見て完成の違い。こうやって太くしようと思って全部こうやって使った時はバサってなって汚い線になったのに、最後まで筆の先っぽ使おうって思って描いた線はまとまるんだよね。なのでなるべく太い線でも筆の先だけ使うっていうこと、これ美しさのポイントなので意識してみてください。終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん感想をちょっと聞かせてほしいな。今日どうだった？はい。3枚あった中でどんどん上手くなれてよかった。おー、素晴らしい。そういう実感があったっていうのはやっぱりね、これはね、皆さんの感覚の良さです。私が伝えたことみんながちゃんとねスッと吸収してくれて、みんなのセンスがいいからだと思うから、これからもまた書道続けてみてください。はい。習字は苦手だけど今日は楽しくできてます。嬉しい。もともと習字苦手大嫌いだった人いる？習字。はい。めちゃくちゃ嫌だけど嫌ですみたいな。はい。嫌だよね。わかるよその気持ち。だってうまく書けなかったらつまんないもんね。だけどさ、こうやってポイントとかコツを押さえて書くとだんだんできるようになって好きになれる可能性はあるからまたね続けてみてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。私の書道学校。書道で人生を豊かに。